ネは後方から援護。相馬は私に続け。了解。バラバラのナイトメア編成にシュトゥンペバリア内であの動き、あいつらがクレーブン殺しか。さあ、これでようやく憂さ晴らしができそうだ。その実力見せてもらおう。見たことのない機体だけど新型？あの尻尾付きが隊長機か。ならあいつから。ヴィナスの月をかわした。よく見るとサザーランド2のカスタム機か。けどこの動き、ベースはサザーランド2でも段違いの性能。それにカムデン同様に対策済みでシュトゥンペバリアの影響を受けていない。車線が読めれば当たりはしないよ。あの反応は機体の性能だけじゃない。相当な腕のパイロットが乗っている。しかし戦い方に違和感がある。ならこれはどうだ。尻尾のスラッシュハーケンを使って一気に距離を詰めるなんて、こいつ驚くような戦い方をする。セオリーから外れた戦い方に弱い。やはり似ている、バーストチルドレンに。だけど同時に僕が本気を出せる相手ってことか。最高じゃないか。バーストチルドレンとは違う。戦いに意志を感じる。ヴィナス、遊びすぎだ。こいつらをさっさと片付けないと。こいつさっきから動きも反応も俺の方が上のはずなのに、さっきの奴らみたいにやれねえ。この斧を持ったやつ波のパイロットじゃない。でも先輩の方が強い。クソ邪魔なやつ。こいつらがトーミさんの言っていた本土の連中か。ありがてえ。一気にアインベルクを。何してるの。邪魔するな。こっちが優勢なんだ。あいつらを倒して釧路を取り戻すんだよ。あなたバカなの？敵がたった2機だけで来るわけないでしょ。すぐに本体が。うるせえ。ああ、もうめんどくさいな。うわあ、撃ちやがった。足だけで大げさな。いいからナイトメアを捨てて敷地の外に出て。ほら他の人も早く。ああ、銃を向けないでくれ。分かったよ。ヴィナス、テロリストどもが逃げるぞ。戦闘中によそ見は握手だ。たるかよ。頂点雷撃だ。よそ見は握手だって先輩が言ったろ。ハチェット、この立てつきめ。こいつ早い。だけど立てつき、ハチェットが手間取るのも理解できる。決して強くはないのに。あの状態からペンデュラムのスラッシュハーケンを全て避けた。なんて反応速度。ヴィナス、あいつら相手に短期じゃ不利だ。動け動けよ。ファクトスフィアに複数の熱源を感知。敵の増援か。先輩、こっちの準備は整いました。了解。相馬。わかりました。
れはチャフ。逃げる気か。悪いけどそうさせてもらう。この声。相馬なのか。まだつかんのか。もうすぐ白糠町です。釧路までは20分はかかりますよ。20分。菊川たち、何事もなければいいんだが。でも菊川さんたち通信機を切っているみたいで。あれ、菊川さんからの通信。菊川、無事か。こちらはエージェントペンデュラム、東の暁旅団、聞こえますか？エージェントペンデュラム、あの時の彼らか。俺だ、トーミだ。今釧路に向かっている。トーミさん、こちらに向かってくれていたんですね。こちらで団員の方を保護しています。菊川たちを。はい、所定のポイントに来てもらえますか？合流しましょう。分かった、すぐに向かう。ダメです。残されたカムデンに手がかりは何も残っていませんでした。そうか。周囲のナイトメアの反応は？こちらも何も。チャフが撒かれていたこともありますが、広域スクリーニングでも検知できませんでした。検知できない？はい、我が軍のナイトメア以外は検知できませんでした。現在原因を究明中です。分かった。引き続き調査を頼む。はっ。ファクトスフィアに移らない。それってエクゾニウムの特性によるものじゃないのか。もしや黒の騎士団側でもシュトゥンペバリアの対策を開発したのか。それならばさっきの奴らの強さも頷ける。しかしそうであるなら、このネオブリタニアは長くは持たない。ノーランドはこのことを把握しているのか。それにあの機体に乗っているということは、相馬は。ビナス、さっきはすまなかった。俺がドジったせいでお前を一人にしちまった。気にしないでくれ、ハチェット。それよりも君が無事でよかった。怪我の方は？心配いらない。ちょっとビリッとやられただけだからな。ダメだ。病院できちんと手当てを受けるべきだ。でもここの指揮を。ここは僕に任せてくれればいい。君は病院へ行くんだ。ついでにベルの様子も見てきてくれ。分かった、そうさせてもらう。止まっていた3年が嘘みたいだ。僕の生きている世界が大きく動き出そうとしている。楽しくなるといいな。菊川、お前たち無事だったんだな。すみません、トーミさん。俺たちが勝手なことをしたせいで仲間とナイトメアを。ああ、お前たちがやったことには腹を立てている。だが無事で何よりだ。こっちに逃げる間にネオブリタニアの車両を何台も見ました。あいつらと鉢合わせていたと思うとゾッとする。だけどあの人たちのおかげで助かりました。トーミさんの言っていたエージェントペンデュラムか。また君たちに助けてもらったな。世話をかけて申し訳ない。本当ですよ。いいね。だって本当のことじゃないですか。せっかく手に入れたナイトメアも無駄にしちゃって。それほどまでに取り戻したい大事な人がいるんだ。その思いはわかるでしょ？いや、そこの彼女の言う通りだ。あいつらの行動を許したのは俺に責任がある。本当にすまなかった。いえ、こちらこそですが、トーミさん、気をつけてください。ん？今日七光星団が網走の収容所攻略に成功したそうです。ああ、俺も聞いた。何でもアインベルクのシュバルツナイトも倒したとか。ええ、黒戸剣聖の復帰により実質的に七光星団は復活します。この事実はレジスタンスにとって強い追い風になる。それはいいことじゃないのか。ネオブリタニアにとっては逆です。アインベルクを3人も失った上に七光星団が復活したとなると必ず動き出すでしょう。動くってまさか。ええ、レジスタンスに対して
攻勢をかけてくるはずです。一気に潰しに来るってことか。どうしたら。その時は黒戸剣聖の率いる七甲星団と合流すべきです。先日もお話ししましたが、情報と連携が重要だったよな。ちゃんと覚えているよ。二度も救ってくれた君の言葉だ。その時が来たら七甲星団と合流しよう。ところで君たちはやはり情報収集を。ええ、今日出てきた白いナイトメアが気になって。白か。それはおそらくシュバルツキングのビナス・クロムウェルだろう。奴のナイトメアが白い機体だと聞いたことがある。ビナス・クロムウェル、あの不思議な戦い方をしていたパイロットがシュバルツキングか。どういうこと？私たちが貴族じゃなくなるってこと？私たちだけじゃない。ブリタニアの貴族制度自体がなくなるんだ。どうして？私に聞くな。全てはあの新皇帝を名乗る学生のせいで。でもまだシュナイゼル殿下がいらっしゃるわ。殿下があの学生を倒して新しい皇帝になれば。ああ、そうだな。また我がメルベル家も貴族に返り咲ける。出てこいメルベル、我々から奪った財産を返せ。どうしてこんなことに。あの時シュナイゼルが戦争に勝っていればこんなことには。どうして私がこんな惨めに逃げなければいけないのだ。流れ星、あんなにたくさん。そんなこといいから早く逃げるのよ。もう大丈夫だよ。あいつら私が眠らせたから。眠らせた？どうしてそんなことが？言ったでしょ。星のかけらで私は目覚めたの。星のかけら？あなた何を言っているの？いやあなたみたいな化け物、私の娘じゃない。お母様。やめて！近づかないで！待って、お母様。もう終わりだ。お父様。もう終わりなんだ。何もかも。お父様、待って！私を一人にしないで！聞きましたよ。君が特別な力を持っているって心配しなくてもいい。私は味方です。私も君と同じ力を持っている。ギアスという力を。それは瞳の加護。私は瞳の加護を持つ者を幸福へと導く存在。あなたは誰？パイドパイパー。さあ、おいで。共に作るんだ。私たちの優しい世界を。よ、気分はどうだ？夢見が最悪で気分も最悪。また昔の夢か？うん、そんなところ。忘れちまえ。俺たちを捨てた大人のことなんか。それができるならとっくにやってる。それよりここは病院だ。お前遺跡を見つけたんだろ？そこで倒れていたらしい。それで。そっか。遺跡に触れたら気を失って夢を見たのもその影響。遺跡に触れて気を失ったのか。大丈夫なのかそれ？うん、体調は悪くない。そうか。でも今日一日は休め。大丈夫だって。もう動ける。ここで寝てても退屈だし。休みは休みだ。退屈なら町にでも行って気晴らししてこい。ハチェット。ん？心配してくれてありがとね。あ。町
またそうじゃな。おはようございます。おはよう、相馬。あれ、先輩出かけるんですか？ええ。昨日クレイブン邸で戦ったナイトメア。あれに乗っていたのはアインベルクのシュバルツキングらしい。シュバルツキング？白のキングであるノーランドと肩を並べる人間ってことですよね。うん。キングはアインベルクの中でも最高位。だから少し情報を集めたくてクロムウェル領に行ってくれよ。なら俺も。いいえ、残念だけどクロムウェル領は日本人を排した完全なブリタニア人地区らしい。相馬は目立ってしまう。それなら私とデートっていう体はどうです？おしゃれしちゃいますよ。フィーネはここで情報収集。いざという時のためにね。いい子にしてたらお土産を買ってくるから。先輩のそういうところ嫌い。じゃあ行ってくるね。いってらっしゃい。相馬のおもりか。はいはい。ところでシュバルツキングってどんな人なんだ？ネオブリタニア内向けのニュースに顔が出てる。情報ターミナルで見れるよ。へえ、これかな。え、彼がシュバルツキング？戻ったぞビナ。ビナス、大丈夫か？薬を飲めば落ち着くから大丈夫だ。ピナス、せっかく世界が動き出そうとしているのに僕には時間が残されていないらしい。声かけないの？はるかちゃん頑張ってるよ。あの子の母親は2年前ネオブリタニアによって命を奪われました。それゆえなのでしょう。なんか人事みたいに言うんだね。それは私が夫である資格も父親である資格もないからです。私は家族を守れなかったそんな男がどうして今さら父親面ができましょう。嬉しいと思うけどな、父親に褒められるの。娘ならね。今はその時ではありません。それよりも今は。そういえば。何か？口調。今の俺は七種の傭兵のロゼだよ。七光星団のトップが俺に敬語使ってちゃ変でしょ、クロトさん。そうだったな、ロゼ。では今後の動きについて相談させてくれ。了解。ここがクロムウェル領。他のアインベルクの統治領と違って階層構造化されている。黒のキングの統治領だとわかるように意図的に建造されたとか。しかしあまり人を見ないな。日本人を仮想ブロックに追いやっているからか。入植したブリタニア人だけだとこの区域は広すぎる。しかしこうも人がまばらだと目立つ。どこか建物に。あれは映画館か。どうしてあんなレトロなものが。嫌に古い映画がかかってる。この恋愛映画前にクラリスさんと見たっけ。懐かしいな。そこのあんた、もうすぐ始まるよ。見るのか見ないのかどっちなんだい？少し街に人が増えるまで時間を潰すか。ええ、見ます。へえ、今日は珍しくお客が2人も入った。私で2人目ならほぼ貸し切りですね。うちはいつもそうだよ。じゃあ今現在俺たちが置かれている状況を整理するね。前回の
網走収容所への襲撃が成功したことによって七高星団は大幅に戦力が強化された。ああ、黒戸団長をはじめとして捕らえられていた100人近い仲間を助け出すことができたからな。それだけじゃない。敵さんのナイトメアを鹵獲できましたしね。これで旧式の暁に頼らなくても済む。七高星団完全復活だな。これでようやくネオブリタニアと対等に戦えるぜ。そんな簡単にはいかないよ。なあ、どうしてだよ。さっきお前自身が戦力アップしたって言ってたじゃないか。よく考えても見てよ。俺の掴んだ情報だとネオブリタニア軍は師団クラス2万人ほどの規模だ。だが対する我々七高星団はよくて数百人規模、圧倒的な戦力差がある。100倍も差があるってことですか。そんなの勝てるわけないじゃないですか。それでも俺たちは勝たなきゃいけないだろ。そういうからには何か考えがあるんだよね。もちろん。黒戸さん。うん。我々の当面の戦略目的はダモクレスとする。ダモクレス、清張の後ろに刺さってるやつですよね。ああ、ネオブリタニアがこの3年間その支配を維持できている理由は大きく2つ。一つは桜大島を不活性化させるシュトゥンペの壁。この壁のせいで従来のナイトメアは本来の性能を出せず、黒の騎士団は2度の攻略戦に失敗し、我々も大敗を喫した。そしてもう一つのダモクレス。このダモクレスが有するフレイヤ弾頭がある限り、この北海道にいる日本人の全てが人質だと言っても過言ではない。そうか。3年前皇帝であるカリスがリューネベルクにフレイヤを落としたって話ですもんね。その話が本当ならいつフレイヤを撃ってもおかしくない。そこで我々はまずダモクレスを攻略し、その脅威を排除する。破壊できればよし、奪うことができればなおよしってね。簡単に言うけどよ、どうやってダモクレスを攻略するってんだ。敵の真っ只中にあるんだぞ。こっちから行けないなら引きずり出せばいいのさ。そのための作戦は考えてある。へえ、俺には思いつかないけど、網走を攻略したお前さんならできそうな気がしてきたよ。ありがとう。ロゼの作戦を実行するにあたり、黒の騎士団への協力を求めようと思う。お前たちも気を引き締めてくれよ。黒の騎士団にうひょー、テンションが上がってきたぜ。ではそれぞれの準備を進めてくれ。はい。そうだった。最後はヒロインが生涯を閉じることでようやく思い人と再会できるってお話だったっけ。前に見た時はクラリスさんが泣いちゃって。お？あんなに彼のことを思って。これそんなに泣いてたら外に出られないでしょ。ありがとう。私の母さんもね、同じ映画見て泣いちゃって大変だったんだ。だからよかったら使って。同じ映画。じゃあ私はこれで。待って。少し付き合って。ここに来れば会えるかも。なんてのはさすがに安直すぎるか。アインベルクのシュバルツキングが本当にここにいたの？確かにニュースで見たビナス・クロムウェルだったよ。その時は同い年ぐらいの男の子としか思ってなかったけど。護衛もつけずにたった一人で？うん、ちょうどその辺りで海を見てた。海を見てたって自分探しをしてたとか？まさかそんなわけないだろ。
クレイブンの件の直後だったから、俺たちを探してたのかも。もしそうだったんなら相馬めっちゃピンチだったってことじゃない。今思うとね、軽口を叩いたことにゾッとするよ。軍には通報しないでほしいとか言ってさ。軍のトップの人にそれ言ったんだ。命知らず。仕方ないだろ。俺と同じぐらいの年の子がアインベルクのトップだなんて思ってもいなかったんだから。それにさ、ヴィナスは軍の人間って感じがしなかったんだ。で、そいつと何を話したの？大したことは何も。でもネオブリタニアに入らないかって誘われたな。ネオブリタニアに？シュバルツキングから？うん。ネオブリタニアに入れば逃げなくてもいいからって。そんなことある？先輩も言ってたけど、クロムウェル領は日本人を排した領地だよ。その領主であるヴィナスが日本人の相馬にネオブリタニアに入れだなんて信じられない。それで相馬は何て言ったの？俺は入らない。ただそう答えたよ。日本人ってこともあるけど、ヴィナスは選ばれた者だけが生き残ればいいって言ったんだ。そんな思想、俺には受け入れることはできない。ナナリーさんはみんなが手を取り合って優しさをつなげていくことの大切さを教えてくれた。選ばれた人間だけが良ければそれでいいって考えじゃ、みんなが笑って暮らせる平和な世界になんてなるわけがないんだから。なるほど。ヴィナスはブリタニア至上主義ってことじゃなくて先民意識が強いのかもね。確かに帝国時代のブリタニアはそういう人が多かったかも。でもフィーネはそんな感じがしないけど。それはほら、私も孤児だったし、引き取ってくれた父様が実力主義の人だったから。フィーネのお父さんってコーネリア司令の側近だった人だよね。そう、アンドレアス・ダールトン。私の自慢の父様。父様はね、実力さえあれば出自は関係ないって人だったの。同じように孤児だった兄様たちがコーネリア様の親衛隊にまでなれたのもその考えがあったからだと思う。だから私自身はブリタニア人によって世界が統治されるべきだなんて思ってないんだ。やっぱり恩を受けた人の影響は受けちゃうよね。俺にとってはナナリーさんがそうだから。あと先輩の影響ね。先輩？うん。先輩ってさ、判断基準が人種とか関係ないんだよね。他人に危害を加える人間はどんな相手だろうとお構いなし。でもそうじゃない相手にはすっごく優しいの。よく見てるね、先輩のこと。見てる。よーく見てる。いつも目で追いかけちゃうね。フィーネは本当に先輩のことが好きだな。うん、大好きだよ。相馬は？俺は。やっと着いた。新規草。バルタ、こちらに。ちゃんと連れてきたから、あとはよろしく。わかりました。さて、お久しゅうございます、咲夜様。ええ、双剣のようで何よりです、バルタ。サバスラ卿がスメラギ咲夜を連れて戻ってきました。先日の網走での一件があるので全宮で拘束しています。そうか。その網走の件だがな、先の襲撃で黒戸剣聖をはじめとするテロリストの大半を逃がす結果になった。特に黒戸はこの北海道ブロックに住むイレブンどもにとって精神的支柱というやつだ。このまま放っておけばテロリストどもが活気づくかもしれんぞ。なら潰せばいいだけのこと。ほう。殲滅だ。テロリストどもを根絶やしにしろ。私すごく感動した。古い映画だって言うからそんなに期待していなかったのに。あの映画は名作だよ。史実を元にしているらしいけど、一つのラブロマンスとして
物語が完成されている。それ、歴史的な悲劇がロマンスを盛り上げる装置としてうまく機能してるの。私、驚いちゃった。すごいね。そんな風に見ていたんだ。映画、好きなんだね。あなたこそ。私、こんな風に映画の感想を話せたの。あなたが初めてだもの。そうなんだ。楽しいよね。こうやって映画の感想を言いながらお茶するの。すっごく楽しい。すごく楽しい。私、あなたとこうやって過ごす時間が好き。この子、クラリスさんと同じことを言ってる。私も好きだな。ええ、こうやって過ごす時間が私も好きだなって。私も好き。そっか、よかった。さっき引き止められた時は少し驚いたけど、あなたと話せてよかった。私も。ところで、あなたは学生？こんな時間に映画館に来ても平気なの？私はこれでも働いてるんだ。今日は休みになったからそれで。働いている？もしかして軍属？あなたは？このクロムウェル寮の人じゃないよね。ええ、クレイ分寮から足を伸ばしたんだ。ほら、最近物騒だから。ああ、クレイブン殺しの。そういえばハチェットが。ハチェット？なんでもない。別に出て構わないよ。じゃあ少しだけ。どうかしたの？緊急の。分かった。なんだか急用みたいだね。急いで戻らなくちゃいけなくて。だから私、あなたみたいな大人の人初めてで、もっと話してみたいなって。だからまた会える？私でよければ。私、ウェンディ・メルベル。ウェンディか。可愛らしい名前ね。私はローメキ・ガーフィールド。よろしくね、ウェンディ。さて、当面の目標をダモクレス攻略って決めたけど、現実的に見てどう思う？今の戦力だけでは難しいでしょうね。確かに多くの仲間が七光星団へと復帰しましたが、1年前の反抗作戦時よりもその数は少ない。いくら咲夜様たちが協力してくれると言っても、ダモクレスを攻略するのは難しいでしょう。だよね。やっぱりここは他のレジスタンスと合流すべきかな。私もそう考えていました。東の暁旅団北郎軍と協力することができれば、人員の面では問題がなくなります。あとは情報と装備、これらが揃えられればダモクレス攻略も不可能ではないかと。分かった。一度ナタリアと会ってくる。そうすれば必要な情報は得られると思うから。あとは装備だね。はい。いくら敵の量産機が手に入ったとはいえ、十分な数ではありません。仕方がない。小言を言われる覚悟で頼んでみるよ。かぐや様にですか？今度はコーネリアおば様の方。アポロの実践データを逐一送ってるから、新型機を回してもらえると思うんだ。それはありがたい。そうなると戦術の要になるエースが必要になってくるね。確かにアッシュの存在は大きいが、立場としては傭兵、遊撃としての役割がふさわしいなら、七光星団のナイトメア部隊にエースが必要ですな。かつての光月カレンみたいなね、
光月カレンですか。それはなかなかにハードルが高いですが、ダモクレス攻略には必要であるのも確か。目星をつけてみましょう。そっちは頼むよ。さて、俺も覚悟を決めて連絡を入れますか。ようやく完成したんだね。不本意ながらあんたが作った G アポロの実践データのおかげでね。イルミンするユニット搭載型ナイトメアセッカだ。イルミンするユニットを搭載するための吹雪型フレーム、こんな短時間でよく仕上げたじゃないか。うちには優秀な人間が揃ってるんでね。まあ嫌味な言い方。あとはあいつを仕上げれば北海道ブロックを取り戻す力になってくれるだろうさ。あれは他の吹雪型フレームと少し違うようだけど。あいつは慶節エースのための機体さ。遅くなってごめん。戻ったよ。休んでいたところなのにすまない。うん、体調は大丈夫だから。それより大規模作戦命令が出たって。ああ、テロリストどもを一掃しろとさ。指揮はナラとクリストフが取る。俺たちの役割はその支援だ。テロリストの掃討作戦。これが終わったらまた落ち着くかな。そりゃあな。なあ、ミナス。何かあるのかいベル。別に。映画見に行ける機会が増えるといいなと思っただけ。以上が作戦の概要です。何か質問は？これでテロリストどもはいなくなるのか？そのつもりです。わかった。そなたに任せる。では。大丈夫ですか、カリス様。やはり恐ろしかった。G、ビナスを呼んでくれ。それがビナス様は先に話のあった掃討作戦に参加されるとのことでして。そうか。それならナタリアを呼んではくれないか。ナタリア様ですね。連絡を取ってみます。そろそろ替え時か。敵襲！起動可能なナイトメア戦え！了解！東の暁旅団。クレーブンを襲撃したのはこいつらと聞いた。なんだこの赤いやつは！当たらねえ！早い！ああ！たわいもない。あの機体ならボーンか。アインベルクのクイーンが自ら。くそ！撤退しろ！全面撤退！また彼女の読み通りになったということか。拠点は放棄します。速やかに退避なさい。了解。尻尾を巻いて逃げ出すとは。これでは狼ではなく犬っころだな。あの武器はシーザーマン！ああ！待って、やめてくれ！シザーマンだと？アインベルクが出てるのか？クリストフ様、逃走中のテロリストはいかがいたしましょうか？ああ、適当に潰しておけ。臨港通りを南下中の敵部隊、まもなく中橋に到着。よし、小田隊は所定ポイントへ移動。了解。はるかビビってんじゃねえぞ。あんたと一緒にしないで。ほら来るわよ。
ほう、のこのこ待ち構えているとはな。撃ってきやがった。私はアインベルクの一人、バイスナイトのヒースロット。貴様ら七光星団を討伐する。アインベルクです。あいつら一斉に向かってきました。そのまま引きつけろ。了解。ロゼ、そちらの状況は？こっちもいつでもどうぞ。始めてくれ。よし、袋のネズミ作戦スタート。了解。先輩、この情報を見てください。豊頃、稚内、小樽でネオブリタニア軍が大規模な戦闘を行っているって。その3カ所って？ええ、三大レジスタンスの拠点があるとされている場所だ。救援に向かいますか？無理でしょ。3カ所ともここから離れすぎているもの。ネオブリタニアがこんなにも早く動くなんて。これって網走で黒戸県政が解放されたことを受けての軍事行動ですよね。あれからまだ数日しか経っていないのに。普通だと考えられないよ。あのちっちゃな皇帝が即断できるとも思えないし。ノーランドの判断のみで動いていると考えるべきだった。やはりネオブリタニアは国というより軍に近い組織ということね。現在の戦況はどうなっている？情報が錯綜してて確かなことは言えないですけど、豊頃と稚内はネオブリタニア軍が駐留しているみたい。これってやられちゃったってことかも。その可能性は高いな。トーミさんたち逃げ切れてるといいんだけど。残る小樽は？七種の傭兵が参加しているみたいです。これを見てください。このナイトメア、日本支部で見ましたよね。姫様が持って行ったっていう。ええ、Z アポロだ。やはり七種の傭兵の正体は彼女か。そうであるなら七光星団と行動を共にしているのもうなずける。カークウェイン兄弟を倒した後、網走の収容所襲撃を行ったんだ。目的は七光星団の捕虜の解放というのもあるのだろうけど、本命は別。おそらく彼女の身代わりとなった親友を助けるためだけど、今回の作戦に参加していることから察するに、あの子の奪還は失敗に終わっている。まだ彼女の奪還は続いているんだ。どうしたんですか先輩？何か気づいたんですか？いろいろとね。だから姫様と連絡を取る。姫様と？ええ、私の読みが正しければこれからの動きが変わることになる。確認を急ごう。俺たちのこれからの動きが？なんと北郎軍と東の暁旅団が壊滅。これで北海道ブロックの三大抵抗勢力のうち2つが潰された。やはりネオブリタニアの軍事力は侮れない。お待ちください。黒戸県政の率いる七光星団が敵を撃退しております。しかし死亡したアインベルクの3人は下位に過ぎない。上位アインベルクおよびネオブリタニア軍の大多数は未だ健在。それは我々は2度にわたる黒の騎士団の解放作戦の失敗を忘れてはいない。北海道ブロック解放の鍵となるシュトゥンペの壁の方は依然として調査を進めております。つまり対処法は確立されていないと。今回ノーランド・フォン・リューネベルクがただ単に揺さぶりをかけてきただけとは到底思えん。さざ波大佐、和平交渉に派遣した特使団をまとめて死体袋で送り返す強靭と我々は向き合っていることを忘れないでもらいたい。補給の物資は確保した。北海道ブロックの協力者に必
活躍を期待するとお伝えください。わかりました。結局現状維持ですか。かぐや様たち旧陣営ならば棚ぼた的成果など期待もしなかっただろう。援助の協力は得られましたね。それだけは幸いだったが、咲夜様。生き返る。ということで、俺と奈良城ちゃんがテロリストどもの拠点を叩き潰したわけだが返り討ちされちゃったんだ。ダサ。違うんです。あれは奴らが卑怯な手を使って、それで。やめとけやめとけ。そういう言い訳が一番嫌いな男だ。アーノルド坊やの後釜を狙って出撃を志願したわけだが、追い込め追い込め、イレブンのネズミどもを追い込むんだ。小田木が火だ。動ける。腕をやられた。だけどランドスピナーはまだ生きてる。なら先にアジトの方に。あとは私が何とかする。私の得意な近接戦闘に持ち込めば。やーただの鉄棒でアインベルクの私と張り合おうなどと行かせないわよ。この旧式のくせに。ここはいい。お前たちはさっきのやつを追え。逃げ込んだ先がアジトだ。一掃しろ。イエスマイロード。これでお前たちは終わりだ。それはどうかな。なんだこいつは。アッシュ。お前は自分の行動に酔いすぎている。もっと視野を広げれば見えたものもあるだろう。だがもはや手遅れだ。作戦通り脱出完了です。爆破。爆破。なんだ。バカな。私の部隊が全滅。黒戸剣聖率いる七光星団の名を挙げただけという顛末だったな。報告は以上か。無様だな。ヒース、ここから消えるがいい。なんだか皇宮内が騒がしいね。なんでもバイスナイトが自殺したらしい。どうしてまた。その程度の人間だったってことさ。限られた生を自ら断つなど愚かとしか言いようがない。ヒースが自殺した。これで4人かけ。穴埋めが大変だ。任せる。面倒事ばかり押し付けおって。ナタリア・ルクセンブルクか。そういえばあの娘をアインベルクにという話もあったの。
なんだ覚えておらんのか？シェリー様の側近として移住してきたルクセンブルク家の一人娘。お前さんが気まぐれで認可した11特別区、あれを申請してきた娘だ。まだ10代だが、病床の父親に代わって家督を継いで、今や行政面での中心人物と見ていい。そういや皇帝陛下が暗下の際、11のテロから陛下を彼女が守った。それ以来カリス陛下はあの娘にご執心だ。功徳には骨が折れるぞ。ん？なんじゃい、また無関心か。せーの、乾杯！なあ、すごくね？俺たちアインベルクを蹴散らしたんだぜ。それさ、クロトさんの指揮、ロゼの作戦、アッシュの戦闘力があってこそじゃない？あとはハルカの大活躍もね。私？そうそう、ただの鉄棒でバイスナイトに渡り合っちゃってさ。いや、あの時は夢中で。俺はあんたはしょっぱなにやられて佐野ちゃんの仕事を増やしたでしょ。整備する機体がいっぱい。面目ない。小樽の拠点は失いましたが、タイミング的に良かったのかもしれませんね。ああ、間もなく黒の騎士団から補給が届くはずだからな。ここなら送られてくる新型のナイトメアを大量に受け入れることができますからね。これもロゼのおかげですよ。そういや、あの兄弟は 2,3 日休みを取るって言ってたよ。十分な休養も仕事のうちだって。197、198、199、200。なんだ、お前にはトレーニングが終わるのがわかるのか？そうか。お前のお楽しみの時間だな。おはようございます、咲夜様。ナタリア様がお見えになりました。にゃリスケしましょうか？大丈夫。すぐ支度する。わかってるよ。すぐに用意するって。確かここか。あれ、餌切らしてる。おはよう、ナタリア。おはよう、ロゼ、バレン。お店貸し切りよろしい？どうぞご自由に。ナタリアがオーナーとはいえ、申し訳ないから手早く済ませましょう。へえ、目の色も連動してるのね。こっちの方が違和感ないでしょ？そうね。咲夜様、紅茶でよろしかったでしょうか？ええ、いただくわ。デザートもいかがです？では、ラズベリーパイを。大変申し訳ございません。ラズベリーパイはただいま切らしておりまして。私、買いに行ってきます。それで、桜の情報は何かつかめた？今現在、清張にいることは間違いないわ。でも、詳しい場所まではわからなかった。軍部派が機密扱いにしているから。皇帝陛下にお願いして面会することも考えたけど、やめた方が良さそうね。やぶ蛇になりかねない。特にあのノーランドに対しては。私もそう思う。何？そんなに私の顔を見て。あなたの顔色を見ていたの。今日は顔色がいいからゆっくり休めたよね。信じられないぐらいぐっすり。泥のように眠るってああいうことを言うのね。身元を偽ってレジスタンス活動をしているから緊張が解けたのよ。
ええ、そうかも。確かに、ここではロゼではない自分に戻ることができる。でも、私にはこのナタリアにさえ言えない秘密がある。絶対遵守の力、ギアスの力。あの人は言った。王の力は私を孤独にすると。確かにそうかもしれない。誰にも言えないよね、こんな秘密。大丈夫？あ、ごめんなさい。ナタリアには協力してもらっているのに、心配ばかりかけて。そんなこと。でもまあ、その感謝の気持ちを労働という形で返してもらうのも悪いことではないわね。はい？じゃあ、買ってくるから。これって。たまには女の子らしい格好もしないと。いや、そうじゃなくて。あなたは気兼ねなく過ごせる。私は労働力を得る。相互利益で二人とも幸せ。あなたらしい発想ね。あ、清張から呼び出しだわ。ねえ、しっかり働いてくださいね、咲夜様。では。いってらっしゃい、ナタリア。その服かわいいね。どっかの店の制服？イレブンがまともなお仕事とか生意気だな、おい。本当にな。やめてください。この特別区では日本人の権利も認められて。ああ、日本人じゃねえ、イレブンだ。調子に乗んな、おら。こっち来いよ。何か問題でも？消えろ。問題は排除した。なるべく早くここを去った方がいい。では。待ってください。この格好変じゃない？よくお似合いです。遅くなりました。途中で変な人に絡まれて。でもこの人が助けてくださいました。命の恩人、アッシュさんです。よりによってこんな時に。あれ、新人さん？ああ、今日からお店に出てもらうことになったんだ。よろしくお願いいたします。ナタリア様、お呼び立てして申し訳ございません。カリス皇帝陛下に何か？カリス様、ナタリア様がお見えになりました。お待たせいたしました、ナタリア。あの人が咲夜様の？すみません。そうとは知らず連れてきてしまって。仕方ないわ。事情が事情だもの。それにバレてはいないみたいだから。めっちゃ見てますけど。探りを入れてくる。フォローお願い。かしこまりました。おかわりはいかがです？ください。はい。お名前は？ラズベリーちゃんです。いや、そういうフォローじゃなくて。グーじゃないのよ、おめラズベリー、素敵な名前だ。は好きな食べ物は？俺は食べることと料理が好きだ。特に野草の調理には自信がある。俺の家には犬や猫がいるんだけど、食べ盛りなのかすぐに亡くなってしまって。俺は外出することが多いので、彼らの分をこうやってまとめ買いするんだ。人間の食べ物は彼らには有害だから、専用の餌を買うんだ。
自分はこういう時ぐらいしか市街地に出ないから、おすすめの店があったら教えてくれませんか？へえ、こんなに饒舌だったんだ。ロゼの時は必要なことしか話してこないのに、とりあえず私のことは気づいてないみたい。だったら優しい方なんですね。そこまで気を使えるなんて。熱々コーヒー一気飲おかわり。からの3杯目のおかわり。ここへはご両親と一緒に。俺は家族と来たんだ。母はすでに他界して弟が一人いるんだが、あなたは兄弟は？あれ、探り？一人っ子、私のまたいとこです。うわ、虚実混合フォローだし。運命的だ。彼女があなたのまたいとこだったとは。フォローありがとう。もう必要ないわ。はい。おかわり。そうか。その喫茶店とやらは面白そうなところだな。いつでもいらしてください。歓迎いたします。だが、日本人がおるのだろう。私は日本人が怖い。いや、もっと怖いのはノーランドだ。仮面の奥にある目で全てを見透かされている気がする。陛下、あれに睨まれると心が潰れてしまうんだ。陛下、こちらで陛下のための喫茶店を開きましょう。スタッフみんなで陛下の気持ちが晴れるようおもてなしいたします。ホットココアと甘いスイーツで。ナタリアは優しいな。そんなこと。ナタリア。はい。ナタリアだけに私の秘密を教えてあげる。あら、どんな秘密でしょう。耳を貸して。それって私たちだけの秘密ね。コーヒーおかわり。はい。おかわり10杯目。ラズベリーさんは動物に好かれそうですね。俺にはなかなか懐いてくれなくて、弟の方にばかり行くんです。いろいろと懐かれる方法を調べてはいるんですが。この人、悪い人には思えないのに。今なんて？俺がスメラギ15を殺した。何か気に障ることでも？そろそろ帰らないと。また来ても。お待ちしております。こんにちは、スメラギ咲夜様。本日付で咲夜様の専属騎士となりましたアインベルク白のクイーンキャサリン・サバスラです。いいがお見知りおきを。よろしくお願いいたします。さ、私不満なんですよ、今回の人事。だってあなたは半分イレブンでお姫様で守られる人。弱い、最低、嫌い。でもノーランド様は強い、最高、好き。だから仕事はしますよ。あなたには当たりが強かったりするけれど気にしないでくださいね。はい。では今日はこれにて失礼。じゃあね。まだ私が影武者だと気づいていないみたい。このまま影武者を演じればサーちゃんの安全につながるはず。そう信じて。状況は進捗 87% といったところでしょうか。この子は完全自立型なんで
パターン構築に少し時間がかかるんですよ。あらゆる状況に対応できないと意味ないですからね。いいだろう。時間は作ってやる。ありがとうございました。最後のお客様、帰られました。働いた。お疲れ様。でも、少しは気晴らしになったでしょ？気晴らしになったかな。すみません、私がアッシュさんを連れてきたばっかりに。それはいいの。かえってアッシュの知れなかった一面を知ることができたし、偶然って怖いわね。そのメイを助けてくれたアッシュさんがあなたのパートナーだなんて。本当に驚いたわ。そうね、驚くことは多いわね。ナタリア、成長で何かあったの？なんでもないわ。それより驚くことはまだあるのよ。驚くこと？ええ、もうそろそろかしら。すみません、今日はもう店じまいで。そうですか。姫様から狐に会いに行けって言われたんだけどね。その言葉って。私のお仲間だよ、メイ。お通しして。はい、どうぞ。ありがとう。あなたは。久しぶりね、咲夜さん。いや、七種の傭兵さんかな。驚いたわ。かぐや姉様のエージェントがあの店に来るなんて。七種の傭兵の噂を聞いて、あなたじゃないかと推測したらしいわ。そこでバレンを通してかぐや様から連絡があったの。私は咲夜様をサポートするために姫様に使わされておりますので。私、マスター以外のエージェントさんって初めてお会いしました。私も驚いたわ。バレン以外のエージェントが北海道ブロックに入っていると思っていなかったから。あなたは気づいていたの？うすうすね。クレイブンが倒されたって噂は聞いていたから、もしかしたら外から誰か入ってきたのかもと。でもさっきエージェントペンデュラムと話していろいろと納得がいった。ようやくネオブリタニア攻略の糸口がつかめたのね。これでさくらを助けることも。ええ、北海道ブロックの状況が大きく変わる。さくらを助け出せる可能性が高くなった。そうね。だからさくら救出は他の人に任せてレジスタンス活動をやめてほしいけれど、言っても無駄なんでしょうね。ねえ、お願い。さくらちゃんを助けたいの。だから私はあなたに協力する。私もです。僭越ながら。ありがとう、みんな。ねえ、ナタリア。また遊びに来てもいい？もちろんよ。ゆっくり眠りたくなったらいらっしゃい。あそこはあなたの家なんだから。ジー、ヴィナスは何と？護衛の任を受けていただけました。そうか。それなら安心だな。どうぞこちらへ。車内にてもう少々お待ちください。しかしカリス様が散策に出られるなんて。先日ナタリアと会っただろ。それで気持ちが晴れたのだ。それにヴィナスが守ってくれるなら安心できる。ヴィナス。僕がいるのが珍しいか？皇帝陛下に呼ばれたのさ。少しはあの子に優しくしてあげたらどうだ？意味のないことだ。僕たちは意味を探すべき存在だ。お前の考えではそうなのだろう。折り合わないね。時間の無駄か。ヴィナス。
せいぜい気をつけることだ。なんだ、爆発した！リムジンが爆発したぞ！何？あのリムジンには皇帝陛下と伽藍鏡が乗っていたんだぞ！テロだ！すぐに消防を！皇帝陛下。兄さん、休みの間に何かあった？いや、特には。そっちは？うん、うまくいったよ。次の作戦に向けて着々と準備中。そうか。なあ、ロゼ。ん？俺、好きな人できた。はあ？いやいやいや、ちょっと待って。それって。緊急速報？皇宮府からの発表です。第100代皇帝カリス・アル・ブリタニア様が崩御されました。え？続報です。皇宮府は第101代皇帝として昨夜スメラギメ・ブリタニア様が皇位を継承されると発表しました。マジか！昨夜様が。繰り返します。先ほど皇宮府から発表があり、第100代皇帝カリス・アル・ブリタニア様が崩御されました。なんてこと。それに伴い第101代皇帝として昨夜スメラギメ・ブリタニア様が襲位されることになりました。皇帝のカリスが死んだ？先輩、これってやられた。これじゃあレジスタンスはネオブリタニアと戦えなくなる。さくら、やっと近づけたと思ったのに。力が欲しいか？王の力はお前を孤独にする。大切なものをお前から遠ざけるだろう。これがそうだというの？